こんにちは、村雲です。今回の動画は2022年一発目の動画ということで、納車されてから約2年が経過した私の GR スープラのレビューを改めてお届けしようかなと思います。ほとんど動画にしてはいますが、ノーマル状態からの変更点などを中心にお届けしていきます。それではご覧ください。まずは外装からです。私が購入したスープラのグレードは RZ グレードであり、購入した年式としては2020年モデルとなっているため、エンジンとしてはパワーアップ前の340馬力仕様となっています。外反色としてはアイスグレーメタリック、内装色は標準装備のレッドとブラックのコンビネーションとなっています。スープラには限定色のマットグレーを除くと全7色の設定がありますが、私は迷わずアイスグレーを選択しました。スープラのコンセプトと言われている FT1 の車は結構有名かと思いますが、トヨタはその1年後に FT1 グラファイトという FT1 のアイスグレーのカラーリングのコンセプトも発表しており、その車がすごく好みであったため、それに近づけたく、このボディカラーを選択し、非常に気に入っています。私のスープラのフロントフェイス周りに関しては、社外品のリップスポイラーなどは追加しておらず、ほぼノーマルな状態となっています。ただ、ノーマルな状態でもかなり目立つリップスポイラーが取り付けられているので、かなり攻めた見た目をしております。社外品を購入するか悩んでいますが、付けたとしてもさりげない形のものを付けることになるかなと思っています。ノーマルからの変更点は、過去動画で何度か紹介していますが、ナンバープレートホルダーを差し替えています。こちらを MAX オリドさんプロデュースのアイテムに差し替えることで、純正だと垂直に切り立っているナンバープレートに角度をつけることができ、よりスープラのフロントの印象がシャープになります。あと、変更点ではないですが、2年乗っていると飛び石被害を結構受けてしまっています。私のスープラはこのフロントノーズ周辺に飛び石を食らってしまっており、洗車の時に気づいて少し凹みましたね。またケアしようかなというふうに思います。その他に目立った傷はないですね。スープラの車高は結構低めに見えるんですけれども、純正車高だと握り拳が2個ほど入る隙間があり、街乗りの際の動画も後でお見せする予定ですが、そこまで気を使わなくても顎下をすることがあまりないですね。こちらはすごく意外であり、ありがたい面でもあります。納車直後はすごく神経質になって運転していましたが、今ではまずい段差かどうかが見分けられるようになりました。サイドに回り込んできました。いかにもスポーツカーらしいロングノーズ、ショートデッキのフォルムであり、すごくかっこいいです。走行性能もそうですが、見た目が気に入った車を所有できるのは幸せですね。前が見えにくくて運転しにくそうとよく言われるのですが、意外にそうでもない車です。運転時のシートの高さにもよりますが、ボンネットの膨らみ部分を運転席から確認することができるので、フロントの右端、左端はこのくらいかなという感覚はすぐつかめるようになります。あとはリアのフェンダーも思ったより張り出しているので、そちらはドアミラーを注意しつつ運転できれば問題ないと思います。ホイール周りもブレーキパッドをディクセルのものへ変更していますが、見た目に大きな変更点はありません。純正のホイールとタイヤを履き替えずにそのまま使用しており、ドレスアップとしてミシュランのロゴを白く塗ったり、ブレーキキャリパーにブレンボのロゴマークのステッカーを貼り付けたりしています。ホイールは先日の全国オフ会に出展されていた車両が履いていた円形の RS05RR のホイールに変えたいなと思っていますので、まずはお金を貯めていこうかと考えています。ボディサイドの変更点として大きなところはドアパネルのブラック化です。こちらを実施することで、特に空力アイテムなどを追加したわけでもないのに、カスタムしてる感が出て、ボディサイドが引き締まったように感じられるので、かなり気に入っています。これに伴って追加で実施したいカスタムが、ドアミラーのピアノブラック化です。RZ グレードの場合、ドアミラーのカバーの色はマットブラックとなっており、ドアパネルをピアノブラック化したことで、統一感を失ってしまったように感じます。RZ 以外のグレードではピアノブラックのカラーとなっているので、あえてそちらに交換しようかと考えている最中です。続いてリア周りです。リア周りの変更点としては、こちらも MAX オリドさんプロデュースのトランクスポイラーを追加しました。このトランクスポイラーを追加することで、ドアパネル周りからリアのフェンダーに向けて駆け上がっていく
ボディサイドのデザインをより強調するようにできました。元々のトランクスポイラー形状でもそのデザインになっていたのですが、より攻めたデザインとすることができました。その上で攻めすぎず、あくまでも純正の形状を生かしたデザインであるため、大人なスポーティーな感じのアイテムであることがすごく気に入っています。リアに関してそれ以外の変更点はありませんが、ノーマルの状態でも張り出したリアフェンダーや大きなリアディフューザー形状が非常に特徴的であり、正直なところこれ以上リア周りに関して手を加える気はあまりないです。マフラーを変えるのはありかもしれませんが、今でも結構いい音してるんですよね。ちなみにで言うと、リアガラスに多少スモークを入れたいと考えています。少し前に指摘されたのですが、私のスープラはリアにスモークを入れておらず、リアから車内へ丸見えだぜと言われました。防犯上もよろしくないかと思いますので、リアガラスへのスモークは入れようかと考えています。どなたか愛知県内でガラスへのフィルム施工を実施していただけるおすすめのショップがあれば、コメント欄で教えていただきたいです。その他変更点としては、ブレースの追加があります。冒頭で申し上げた通り、私のスープラは2020年式であるため、2021年式から追加されたブレースが装着されていませんでした。ただ、少しの加工で2020年式でも追加可能ですので、DIY で取り付けを行いました。正直なところ、乗り心地は硬くなってしまったのですが、ハンドリングの改善はそこまで感じられず、今度サーキットに走りに行く予定もありますので、そちらで一度効果のほどを確かめられればと思います。あとは細かいところですが、ボディの樹脂パーツの住所にアルミテープを追加しています。こちらの効果も実感できればと思います。続いて内装紹介。まずはトランクからです。トランク周りに何か追加でアイテムを置いているということはないですね。私は普段トランクの中には汎用品のサンシェードといざという時用のビニール傘をスープラに積んでいます。その他としてはディーラーオプションのトランク用のマットを敷いています。トランクマットの裏にはドラレフ関連のケーブルがごちゃっとしていますが、トランクマット下に潜り込ましてごまかしています。ここら辺に大型らしさが出ていますね。スープラのトランクは横にはそれなりの広さがあるのですが、開口幅が狭いことがネックですね。容量としては入るんですけれども、トランクの入り口部分で突っかかってしまい入れないということがちょくちょくあります。普段使いで困ることはないですが、思ったほど荷物が乗らないなと感じる場面がちょくちょくあります。スポーツカーに求めることではないんですけれども。はい。不満点としては、今更ですが、トランク側にトランクを開けるボタンがないことですね。スープラのトランクを開けようとする場合、運転席のボタンか、キーのボタンを長押しすることでしかトランクを開けることができず、ちょっと物を取り出すといったタイミングで煩わしさを感じる場面があります。Z4 はトランク側から開けれたんですけれどもね。続いて、運転席周りの紹介をしていきます。冒頭でお話した通り、私のスープラの内装色はレッドとブラックのコンビネーションとなっています。動画で見ると少し派手に映りますが、実際はもう少し落ち着いたレッドとなっています。乗り込む前に注意なのがこの太いサイドシールですね。油断しているとオーナーの身でも足を引っ掛けそうになるほど分厚くなっています。私はこの対策としてスープラのシートメモリー機能を活用し、1のボタンに普段の運転席のポジションを、2のボタンを乗り降り用に限界までシートを下げるようにして乗り降りしやすいようにしています。スープラのドアの内張りはこのようになっていて、手で触れるところは全てソフトパッドで覆われており、かなり狭いですがドアポケットもあります。ここにはペットボトルなどは入らないため、私はここに室内拭き用のクロスを突っ込んでいます。ウィンドウ開閉ボタンの台座周辺はピアノブラックとなっており、質感は高いのですが、手で頻繁に触れる部分でもありますので、私はラバットという商品のスープラ用のシートを敷いています。こちら過去動画で紹介していませんでしたが、各社専用のものが用意されており、ドアノブ周辺だけでなく、ドアポケット、ペットボトルホルダー、センタートンネル付近の小物入れの底面など、計8枚のシートが入っており、内装にある全ての小物入れなどの底面を保護してくれるのでおすすめとなっています。ステアリング周りはこのようになっており、左側でレーダークルーズ関連の操作、右側にオーディオ関連の操作スイッチがまとめられており、ボタン数が少なく非常に操作しやすいです。ステアリング周りの追加アイテムとしては、こちらのカーボン調ステッカーがあります。こちらは GR ガレージのトヨタ元町店さんにて取り扱われているオリジナル商品で、
これをつけることで少し寂しかったステアリング周りが一気にレーシーになりました。メーターデザインは真ん中にタコメーター、車速をデジタルで表示するという非常にシンプルなものです。スイッチ操作することで右下の情報が切り替えられ、燃費や航続距離などが表示されます。また、簡易ですがナビのルート表示も行ってくれるため、後で紹介するヘッドアップディスプレイと合わせてほとんど目線を切ることなくドライブすることができます。ヘッドアップディスプレイはこのように表示され、車速に加えてレーダークルーズの起動状況、ナビルートの簡易表示もしてくれますので非常に便利です。正直なところ、これになりすぎてヘッドアップディスプレイがない車には乗りたくない体質になってしまいました。外装紹介で話していたスープラのフロントの見切りについてです。今ご覧いただいているのが私のドライビングポジションを取った際の目線をイメージしており、ボンネットの膨らみが視界に入っているのがお分かりになるかと思います。さらに前のめりになるとよりはっきり見えて、この膨らみを目安に車幅感覚をつかむことができるようになっています。運転時の目線としては、ヘッドアップディスプレイ、メーター、ナビ画面の3つを駆使して運転しています。ナビのサイズは昨今のトレンドからすると大きくはありませんが、横長のため視界の邪魔にならず、またメーターとほぼ同じ高さであるため、視線を横にずらすだけで情報を読み取ることができ、視認性も非常にいい感じです。ナビ周りの追加アイテムとしては、この赤のラインテープの追加があります。こちらのアイテムは内装の隙間に差し込むだけで固定されるテープであり、固定も取り外しも非常に簡単で、色のバリエーションも豊富です。スープラのような水平基調の内装には相性がいいかと思い、赤色のものをチョイスしました。アクセントになっていい感じです。ナビの下には BMW の内装おなじみのプログラマブルボタンがあり、こちらに関する私の設定内容は別動画で紹介しておりますので、そちらご覧いただけると幸いです。その下にはスマホなどの充電用のケーブルとイルミネーションのアイテムを差し込んであります。その他アイテムとしては、先日の動画で紹介したペットボトルホルダーとガンも入れるための小物入れがあり、加えて前方撮影用のドラレコと室内撮影用のドラレコを取り付けています。基本的に車内に常備しているアイテムはこれだけであり、スープラの収納があまりないというのもありますが、物を多く置いて生活感を出すのがあまり好きではないので、必要最小限のアイテムで済ませられるように厳選したものを車内に置いています。ちなみにグローブボックスの中はポケットティッシュとお守りが入っています。車検証などはトランクの中ですね。改めてこちらが私のスープラの内装の前景です。もともとかなりシンプルな内装であるため使い勝手が良く、そのシンプルさを崩さないようにさりげなくアイテムを追加しています。その他、ビーマーコードのコーディングによる変更点です。私はコーディングを実施することで、アイドリングストップのメモリー機能、バック時のミラー傾き角度の調整、スポーツプラスモードの開放の3つを変更しています。これら3つを実施することで、スープラ関連の不満点を解消することができ、より快適にドライブすることができています。最後に、街乗り、高速道路走行時の印象についてです。結論として、スープラはかなり二面性を持った車である印象が私の中では強いです。現在、街中を走っている際の様子をご覧いただいていますが、一般公道を制限車速内で走っている際には、元々のエンジンパワーが大きいため、走行時のエンジン回転数が1000回転程度で流れに沿った走行をすることができ、その際の車内は非常に静かとなっています。また、路面が多少割れている道路を通過する際の路面からの突き上げもそこまで強くなく、スポーツカーにしてはショックが柔らかめな印象です。これら乗り心地の印象から、普段使いにおいて目線の低さなどありますが、スポーツカーに乗っているというある種の緊張感なく乗りこなすことができます。もう一つの面であるスポーツ性に関しては、高速道路走行時の安定性やご覧のような高回転時のエンジンの吹き上がり、サウンドなどで高揚感をもたらしてくれますし、ワインディングなどでも短いホイールベースを生かして非常に軽快なハンドリングを楽しむことができます。このようにドライバーの気分によって乗用車のように扱えたり、ハイパフォーマンスカーのような振る舞いをしてくれることが現行スープラの魅力であるように感じます。今後もこの車を乗り続け、カスタムなどをしていくことでこの車の魅力を引き出していこうと思います。直近の予定としてはすでにトモスのパワーボックスを購入済みですので、こちらをスープラに取り付け、直録エンジンの潜在能力を引き出していこうと考えており、どれくらい馬力が上がったかなども過去動画と同じ方法で測定予定ですのでお楽しみに。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や
愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。